皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日はジャパニーズトークです。私はなるべく自然なスピードで語彙コントロールをせずに話します。ぜひ文字起こし機能を使いながら2言語を表示しながら聞いてみてください。今日は日本語を勉強するための本を10冊紹介します。で、これから紹介する本のタイトルや Amazon のリンクは概要欄に貼っておくので、そちらもぜひ見てください。で、紹介する本の中には出版社さんからいただいた本もありますが、私は本を紹介してお金をもらえるわけではありません。PR とか案件とか宣伝ではないので、私の目線で、私の言葉で自由に紹介したいと思います。そしてどんな人に向いているかも伝えますので、ぜひそれも参考にしながら聞いてみてください。まずは日本語の会話の本を3冊紹介します。1冊目はこちら、カジュアルジャパニーズです。表紙がもう本当に可愛いですよね。これは友達と話すときに使えるカジュアルな言葉や若者言葉が紹介されています。ちょっと私メモしたものがあるので、それを見ながら話しますね。これは日本に留学して日本人の友達とタメ口で話してみたい人や、あとは SNS で日本語のネイティブスピーカーと交流したい人にすごくおすすめです。で、あと一つ思ったのが、日本人が投稿している Vlog とか日常生活の動画を見たいという人にもすごくおすすめです。で、レベルは中級以上で、英語、中国語、韓国語、ベトナム語の翻訳がついています。旅行で使える表現とかもあって、空港まではタクるとかね。あとは、エンタメで使える表現。この曲の歌詞めっちゃ刺さるとか、本当に日本語のネイティブスピーカーと友達とタメ口で話したい人にはすごくいいと思います。これはすべての単語とフレーズが音声で聞けます。16ページにダウンロードの方法が書いてあります。2冊目はこちらです。聞いて話せるお出かけ日本語会話。こちらは私が2年前に出版した本です。日本語のレベルは中級、上級の人向けで、英語の翻訳がついています。で、この本はミニ解説とか会話だけじゃなくて、単語とか便利なフレーズも全部音声で聞けます。で、音声は Spotify でも聞けるので、本当に便利だと思います。で、音声だけじゃなくて、動画で私と会話の練習をすることもできます。あとこれは、旅行とか日本で生活する人にとってすごく便利だと思うんですけど、他にも日本の飲食店でアルバイトをしたい人にもすごくおすすめです。店員さんとお客さんとのリアルな会話のフレーズがたくさん載っているので、興味がある人はぜひ見てみてください。音声のダウンロード方法については13ページに書いてありますので、ぜひ音声ダウンロードして聞きたいな、Spotify で聞きたいなという人はこちらの本の13ページを見てください。3冊目はこちらです。サバイバルジャパニーズ with Sonic the Hedgehog です。こちらはですね、初級の人向けで基本的な挨拶から簡単な会話のフレーズや単語が勉強できます。で、これまだ漢字わからない、漢字勉強してないっていう人にもおすすめです。なぜなら会話がローマ字で書かれているからです。そしてコラムは英語で書かれているので、まだ日本語の勉強を始めたばかりの人で日本文化を知りたいなっていう人に、すごくおすすめです。で、会話の内容に合わせたソニックのイラストもすごく魅力的だと思います。で、単語リストと会話には音声があって、Spotify でも聞けますし、これはすごく珍しいと思うんですけど、日本語だけじゃなくて、英語も録音されているので、英語の音声も聞くことができるんですね。だから、英語を勉強したい人にもおすすめです。
ここからは JLPT や文法に関する本を4冊紹介します。まずはこちらです。漫画でよくわかる日本語 N2 文法です。文法には英語と中国語の簡単な説明がありますが、基本的には日本語をたくさん読む本になっています。まずは漫画を読んで、その漫画に出てきた文型をこのようにして学ぶことができます。で、こちらね、私の本当に個人的な感想なんですけど、もちろんね、N2 を目指してる人のための本なんですけど、これから N1 を受ける人にもおすすめです。なぜなら、N1 のテストの内容って N2 の文法本当にたくさん出てくるんですね。だから N2 の文法がわからなかったら N1 に合格できないと言っても過言ではないと思います。だから N1 を受ける人もこれでちょっと漫画で楽しみながら文法を復習してで N1 の文法も勉強するっていうのはいいんじゃないかなと思いました。次はこちらです。JLPT N3 この1冊で合格する。知ってる人も多いと思うんですけど、これは日本語の森が出している本です。ゆか先生もいます。で、私これインスタのストーリーズでよく見かけていたんですね。で、問題だけしかないと思っていたんですよ。でもそしたら、ここに書いてあるんですけど、文字語彙、文法、読解、聴解、模擬試験2回分、そしてアプリ単語帳も使えるんですよね。だからすごいなって思いました。こうやって文法の問題だけじゃなくて、文法の説明も書いてありますし、最初の方にね、この語彙リスト、森単っていうのがあるんですね。で、ごめんなさい。ここ QR コードが見えないように私今付箋貼ってるんですけど、日本語の森アプリをダウンロードすると、この森単の英語、中国語、インドネシア語、韓国語、ベトナム語、ミャンマー語の翻訳を確認することができます。すごくないですか？しかもこれね、このアプリは登録すると、この森単の翻訳を無料で見ることができます。すごく便利ですよね。例えば、しおりを使って漢字の読み方も確認できると思うので、いろんな使い方、いろんな勉強方法がある本だと思います。日本語の森さんのインスタのストーリーズで、この本で高得点取れましたっていう学習者の方のメッセージをよく見かけたので、本当に気になっていました。で、これ N3 だけじゃなくて N2、N1 もあって、でね、N2 は Amazon でベストセラーになっています。本当にすごいですよね。はい。気になる人はね、ぜひリンクをチェックしてください。次は漫画で学ぼう、生活で使える日本語文法です。こちらは私が5月に出版する予定の本です。ちょっとまだ本自体はできていなくて、今頑張って作っているところなんですが、これは JLPT のための本ではないけど、N3、N2 レベルの文法がたくさん載っていて、猫の漫画で楽しく学ぶことができる本です。今、Amazon やカドストで予約を受け付けているところなので、ぜひこの動画の概要欄をチェックしてください。次はこちらです。トライ日本語能力試験 N3 です。私が持っているのは中国語版なんですけれども、英語版、ベトナム語版もありますし、あと他のレベルもあるので、興味がある人はちょっと探してみてください。で、これそれぞれの文法の説明が日本語、そして下に各言語の翻訳が書かれています。この場合は日本語があって、中国語の翻訳が書いてあります。で、各文法には練習問題やってみよう。あと、それぞれの章ごとにこういうまとめの問題っていうのがあるんですね。で、このまとめの問題の中には聴解もあるんです。だから、聞く練習もできると思うので、ぜひ、文法も勉強したいけど、少し聴解の練習もしたいなって人にいいと思います。次は、その他の本を3冊紹介したいと思います。まずは、こちらです。日本語の大疑問。眠れなくなるほど面白い言葉の世界です。こちらは、レベルは
日本語のネイティブスピーカーです。あとは日本語の先生を目指している人におすすめの本です。そういえばこれってどうしてなんだろうっていう日本語の疑問に関することが書かれています。で、私これまだ全部読み終わってはいないんですけど、例えば敬語のルールについて書いてあります。皆さん勉強したことがあるかもしれないんですけど、日本語では敬語を使うときにどんな人に使うのかを意識しながら使いますよね。自分の家族がすることに対しては敬語は使わないっていうのがルールなんですけど、でも実は地域によっては自分の家族に対しても敬語を使うところもありますっていうのが書いてあるんですね。で、あと、皆さんも最初の方で習ったこれ、それ、あれの使い分けですね。どういうふうに使い分けてるのかっていうのを、ネイティブスピーカーは自然と使い分けてるんですけど、よく考えてみたら、どうしてこの時はこっちを使うんだろうとか、そういった疑問に対する回答も書いてあります。日本語学習者についても書いてあるので、もしね、ネイティブスピーカーレベルの方、日本語教師を目指している方がいたら、ちょっと読んでみると面白いと思います。次はこちらです。漫画で学ぼう、生活で使える日本語オノマトペです。これは3月の19日に発売する、私が書いた本になります。で、このね、撮影は、ちょっと待って、日にちがわかるもの。ちょっと待ってください。スマホはどこだ？あった。この撮影をしているのは3月13日です。昨日ちょうど私のところに届きました。今日は3月12日です。昨日ちょうどオノマトペの本が角川さんから届きました。開けたいと思います。この前ダイソーでマグネット付きミニカッターを買いました。これを使って段ボールを開けたいと思います。猫の形です。かわいい。これ100円ですよ。すごいよね、ダイソー。じゃあ、カッターで開けます。はーい。こんな感じです。わー。嬉しい。本の大きさは A4 サイズの紙と比べるとこんな感じです。かなりコンパクトになっています。こちらは N3 レベルから猫の漫画で楽しくオノマトペが勉強できる本です。さっき私この本についているしおりを使っていました。この本を買ってくれた人へのプレゼントとして切り取って使えるしおりがついています。ぜひしおりも使いながらこちらの本読んでいただけたら嬉しいです。こちらの本にはポッドキャストも動画もあって、音声は Spotify でも聞くことができます。音声についてはこの本の10ページに書いてあるので、ぜひチェックしてください。最後はこちらです。日本語パズル、語彙が広がる初級180問です。で、こちらは書いてあるんですけど、レベルが N4、N5 対象となっています。で、この本は単語帳のように単語を覚える本ではありません。自分が覚えた単語を使ってパズルやクイズにチャレンジできる面白い本です。で、例えばこれですね。皆さんわかりますか？はい。これ何が書いてありますかね。この付箋はさっき私が貼りました。はい。この答えは朝ごはんです。あとはこれは、4つの言葉ができるように丸にひらがなか漢字を書きましょうっていうクイズなんですけど、さあ何が入ると思いますか？はい。これもね、私が今貼りました。付箋を貼りました。いですね。そしてこのようなクロスワードもあります。実際に単語を覚えたかどうかって、テストをしてみるっていう方法もあるんですけど、こういった形でゲーム感覚で楽しくチャレンジできるっていうのが、この本のすごくいいところだと思います。で、12ページの QR コードから英語訳の単語リストもダウンロードできるので、すごく便利だと思います。
もう N3 とか N2 レベルの人も基本的な単語を覚えてるかどうか復習する、確認するのにもいいと思います。はい。今日は日本語を勉強するときに使える本を10冊紹介しました。皆さんが本を選ぶときに参考になったら嬉しいです。あと時々こういう質問があります。この本は私の国では買えますか？この本屋で買うことができますか？ごめんなさい。この私のチャンネルは80カ国以上の人が今見てくれています。私はすべての国の本屋さんの情報を知っているわけではないので、この動画の概要欄に書いてある、タイトルを見て皆さんぜひ自分で探していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。日本語を勉強する本って本当にたくさんありますし、私ももっともっと紹介したかったんですけど、今日は10冊だけ紹介しました。もし皆さんもおすすめの本があったら、ぜひコメントに書いてください。で、この時にもしよかったら本のタイトルと、あと日本語のレベル、対象、どんな人が向いてるかっていうのもちょっと書いてもらえると、皆さんが見た時にすごく参考になると思うので、ぜひ書いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。では、今日の動画はここまでにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。